はい、ということで今日は、昨日のゴッホのね、上からブーンって飛んでいくと面白いの見えたっていうところの2日目になります。短い動画だったんですけど、まだ見てない人は見てみてください。で、今日はね、オランダ在住の人、あるいはオランダ人だったら絶対知ってる、ヨーロッパの人は絶対知ってるっていうね、場所に5年目にしてやっと初めて行ってこようと思います。超楽しみです。日本ではあんま知られてないやつなんでご紹介できればと思います。レッツゴー。はい、ということでこちらオランダ最大の遊園地エフテリングです。童話をモチーフにしたね世界観になってて、ディズニーランドとはまた違う不思議な世界になっております。オランダ人なら誰でも知ってるオランダでね、親しまれているお話とかのものが、あったりする感じです。ディズニーランドほど大きくないけどね、でもねこんだけすごい人がいっぱいいる感じで、じゃあ楽しんでいきましょう。レッツゴー。これ紙くれ紙くれってゴミ箱入れるよ。はい、ということでエフテリングなんですけど、ポケモン GO を開いたらねこんな感じですごいいっぱいポケストップがあって、ジムは奥の方に1個2個近くに2個3個ちょこまかありますって感じで、今日はねエフテリングっていうものを皆さんに紹介したいので、ポケモンはそんなにやりません。ただこのギフトはねパッセンジャーの皆さんに送るかもしれないけど、面白い童話のねいろんな童話のお話のモチーフにしたやつとか、ラップンツェルとかもあったし、知らないお話のももちろんあるんだけど、オランダとかヨーロッパに伝わるお話の部分もあるんだけど、みんなが知ってる、僕も知ってるようなお話、七匹の子ヤギとかいろいろあったので面白いと思います。であとねアトラクションもねジェットコースターとかいっぱいあるからまだ乗ってないんだけど、こう歩くだけでも小さい子たちとか、あるいは乗れない僕みたいに乗れない人でも街中歩いても、街中テーマパーク内歩いても面白いと思います。なんとねここはね持ち込み可能になってますので、例えば水とか赤ちゃんの食べ物とか、あと自分の好きな飲み物とかね持ち込んで中で買うと高いからさ、こんな感じでみんなに優しい感じのテーマパークです。思ってたより楽しい。またどんどんいろいろ回ってくるね。ポケモンはやめるということで、案外早いよ、案外早いよ、ジュニアが遠心力で押し抜かれてます。
現在のジュニア君、背が高いの。僕の目線すごいっしょ。エフテリングをこうねぐるーって回ってくるモノレール的なねものに乗っているんですけど、僕高所恐怖症なんでちょっとね曲がりとこやばい。ちょっと怖いかな。いや綺麗な景色なんだけど、決してジェットコースターじゃないの。速くないんだよ。ちょっと案外高いよこれちょっとびっくりだおじさん。これぐらいの高さ、これね、これバーに這いつくばってた。これでカメラ持ってってやってた。ちょっとお見苦しい感じになっちゃったかもしれない。でもね、映像で見てもらった通り自然豊かなパークって感じですね。でこういう怖くない、僕は怖かったけど怖くないやつがあったりとか、今ねジュニア2と奥さんは絶叫系を乗り回すってことで、僕と今ジュニアで別行動をしてるんですね。僕とジュニアはそんな速いのとか乗れないので、多分ジュニア2君と奥さんはこうキャーとかいうのを楽しんでる。もうあれも無理だね。これもう絶対無理だから。トントンああいうの無理。ほら上がってったほらあれはもう無理、無理だわ。この遊園地はこのしかないな。ジュニア君これ乗りますか？やだスモールワールドの乗り真っ暗になっちゃった。2人乗りのねなんかワゴンに乗ってぐるぐる回っております。全く見えないね。実はこれねこのカメラで撮る最後の Vlog になりますので、 iPhone のが綺麗なんだけど今日あえてこれで撮ってます。なのでよろしく。 It's a small world 的なエフテリングバージョン。映んないねあ、上だ上だ。あー見逃した
ということでディズニーランド的に言うとスモールワールド的なね、いろんな世界の国々が、まあ、ヨーロッパメインかなが出てきてて、アジアは日本と中国で、日本のところでなぜか中国文化が紹介されてるような、まあヨーロッパからしたらね、アジアはねそんなもんですわね。まあ面白かったです。スモールワールドだともうちょっと大きい船で回っていくんですけど、ここは2人乗りのワゴンでいろんなのが見えて、あとやっと分かってきたメインキャラクターの赤いのがいる、あれがここのメインキャラクターだね。このカメラ今日が最後なんです。だからぜひ今日この画質で最後楽しんでほしいなと思って、あえて iPhone じゃなくて撮ってます。なのでね、お別れをしたいと思います。さて乗ってる時にね、ジュニア2から連絡があって、もうジェットコースターとか疲れたっぽいのでちょっと合流します。レッツゴー。あそこまで前方できたんで、あんま景色見る余裕なかった。こっちの方が全然いい。でこれはなんか好きな駅に降りられる。やっぱね、人は地に足をつけて行かないとダメだと思います。っていう感じのショーでした。なんかやっつけたって感じで面白かった。詳しい話はよく分かんないけど、まあなんかアクションで敵倒してみたいなオランダ語分かんねえわ。
テリングでした。オランダ最大の遊園地です。今年はね70周年ということでね、オランダの人たちに愛されてる感じ。ディズニーランドとはちょっと違う雰囲気のアットホームな感じ。ディズニーだとなんか本当夢の国って感じだけど、ここはなんか童話をモチーフにしてんだけどなんかバックグラウンドがうるさい。このカメラの後ろでなんかワケワケっていう芝生の上で寝っ転がってる人もいたりとか、あとは僕みたいにアトラクション乗れないような人でも歩き回ってこうおとぎの国の雰囲気とか、あといつはスモールワールド的なねやつがあったりとかで、アプリもあって待ち時間とかも見れるので、なかなか面白い感じ。全部は回ってないけど、ジュニアトゥー君なんかはジェットコースターいっぱい回ったんだよね。どれぐらい回ったの2個。2個2個も乗ったの？どんなやつ？1個はバイキング。船がこうやるやつですっごいでっかいなんだ。あれ乗ったの？あとは1回上上がってジェットコースター。ジェットコースター上上がってこうわー、絶対僕とジュニアだったら死んでるやつだね。モノレールだけで死んでる。まあ英語がないのでちょっとね、さっきのショーもストーリー僕的には分かんなかったりとかまあいろいろあるんですけど、オランダ語そろそろ勉強しろよっていうのねあるんですけど、まあ全然楽しめると思います。ぜひねオランダに住んでる方来てみてください。ということでこの動画がいいと思った人は LIKE ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。この動画以降高画質な違うカメラに変わるのでね、それも楽しみにしてください。このカメラにありがとうを言って、ただ日本でねこのカメラ出会った方いると思うんですけども、このカメラでは撮影をしないことになりますのでよろしくお願いします。ということでまたねジュニアたちバイバイってバイバイ。バイバイ。